水の都ベネツィア。400を超える橋がつなぐ独特の街並みが水面に静かに映し出されます。ここでは人々の暮らしが水とともに息づいています。ハロー皆さん、今日はイタリアのベネツィアに来ました。ベネツィアへようこそ。インスブルックを出発し、イタリアへ入国。東アルプスのあるイタリアとオーストリアの国境では、山岳地帯が一部国境の役割をしています。今回私たちはローマ時代からの交通の要所であるブレンナー峠の国境を通り、今はベネツィアに向けて走っています。今回はイタリア旅行をメインとした南ヨーロッパロードトリップ。ドイツも含め6カ国と10都市以上を訪れる旅です。実はこれまでなぜかイタリアに興味がなかった私なのですが、マークがイタリアをご利用しするので、これまで以上に期待大の旅の始まりです。急遽ボロネーゼやジェノベーゼを食べに寄り道もしていきます。ベネツィアに到着。来ましたね、ベネツィア。ね、ようやく。島の上ぎゅうぎゅうに建物建てられてる。ね。1854年、鉄製の橋として誕生したアカデミア橋。その後、1933年、現在の木造の橋へと姿を変えます。橋の上から望むのはグランカナル、そして正面にそびえるサンタマリア・テッラ・サルーテ聖堂。ここにはベネツィアの最も美しい風景が広がっています。綺麗すぎる。絵みたい。やば、泣きそう。マジで感動。ついてそうそう、これは期待しかないね。今回の宿はこんな感じです。イタリアは食べ物は安いですが、宿と観光は強気の価格設定です。水回りも綺麗です。貴族が使ってそうなベッドにベネツィアンガラス。ベネツィアの本気を感じますよね。これカルツォーネだね。そうなんだよ。超巨大だね。マガリータ。マルガリータ。結構シンプルな感じがするね。マガリータはシンプルな感じだね。ピザはどこで食べても大抵美味しいものだと思っていたんですけど、そんなことないですね。恐れ入りました。イタリア。
ここはリアルト橋だよ。実はベネツィアで一番古い橋なんだ。面白いことに昔はここにマーケットがあって、商人たちが船で商品を持ち込めたらしい。木で作られた時代には何度も燃えたり壊れたりして、その度に町の人たちがまた建て直したんだ。今の形になったのは16世紀からだけど、今でも橋の上にお店があって、昔と変わらない賑やかな声が響いてるんだね。全長48メートル、幅22.9メートルのアーチの石橋には、そこからの美しい景色を求め、毎日多くの観光客が訪れます。船もまた次から次へとやってきます。ドイツでおなじみのDHLもまた車ではなく船で荷物を配送しているようです。ちなみに私たち観光客は島の中を車で走るのは禁じられていて、動画冒頭の橋を渡った後、すぐに駐車場に車を止めて移動しています。ベネチアの中心地、サンマルコ広場。政治や宗教、そして文化の中心として長い歴史を刻んできた場所です。広場を囲む壮麗な建築がかつての栄華を静かに物語っています。あれはベネツィアの集合聖人聖マークを象徴する像だよ。なんでライオン？僕が聞いた話で、ある日マークとお父さんが道を歩いてた時、ライオンが出てきて彼らを食べようとした。で、お父さんはすごく怖がってたけど、マークはお父さんに大丈夫だよと言って、でその後なぜかわからないけど、ライオンは急に死んだらしい。で、それでお父さんは神様を信じるようになった。その話は聖マークとライオンの関係それだけかな。まあ、それで僕が聞いたのはそうだね。本当かはわからないけど。広場の奥には黄金の輝きを放つ壮麗な寺院、サンマルコ寺院があります。5つの大きなドームと東西の文化を融合したビザンティン様式の装飾。11世紀に完成したこの大聖堂はベネツィアの信仰と栄光を象徴してきました。内部は黄金のモザイクが壁と天井を覆い、光を受けて神秘的に輝きます。主祭壇の奥でひときわ美しい輝きを放つ黄金の板、パラドーロ。10世紀から14世紀にかけて東ローマ帝国の職人たちの手で作られ、時を超えて今もその輝きを失っていません。中央にはキリストと聖マルコが、周囲には使徒や天使たちが並び、信仰の物語を語りかけます。
サンマルコ広場の東、白とピンクの大理石が織りなす壮麗な建物。かつてベネツィア共和国の権力の中心だったドゥカーレ宮殿。その起源は810年。現在の姿は1340年の再建によるものです。総督の皇帝であり、政治と司法の舞台でもありました。広々とした回廊を進むと、壁にはティントレットやベロネーゼによる壮大な絵画が並び、共和国の栄光の時代を今に伝えています。最上階には代表議会の間、数百人の貴族が集い、国家の重要な決定を下した場所です。とりわけ天国と題された巨大な絵は、共和国の信仰と誇りを象徴しています。やがて石造りの通路、ため池橋へ。裁きを受けた囚人が最後に見るベネツィアの光。歴史の息づくこの宮殿は、今も静かに過去と現在をつなぎ続けています。歴史ある建物の次は、歴史ある食べ物を食べに行きましょう。マークに本物のカルボナーラはちゃんと卵感があるんだと言われ続けてきたのですが、ここへ来てその意味が分かりました。血の周りに卵の黄身が固まってしまうほど濃厚なカルボナーラ。カルボナーラ翼を授けるってくらい天にも昇る美味しさでした。マークも最高のシーフードパスタにご満悦。一生忘れられない味でした。部屋に戻る途中、ついつい焼き菓子の香りにつられ、出会ってしまったカンノーリを購入。こういうのってだいたい半分くらい食べて、ああもう十分だって後悔しちゃうんですよね。突然ですが、皆さんはベネツィアが何でできた街か知っていますか？実はただ型に浮かんでいるわけではないんです。正解は木杭の上。ベネツィアは型の浅瀬に築かれた都市で、地盤が軟弱なため、建物を支える基礎として無数の木杭が打ち込まれているんだそうです。島全体ではありませんが、このような手法で町が形成されているだなんて驚きですよね。水上バスで村の島へやってきました。村の島にあるガラス博物館。ここはベネツィアの伝統工芸、ムラーノガラスの歴史を伝える場所です。かつて貴族の館だった建物には、古代ローマ時代のガラスから華やかなバロックの作品まで、様々な時代の
美しいガラスが並びます。職人たちの技と光の芸術が今もこの島で受け継がれています。実は前日に買い物もしていました。ガラス好きにはたまらぬベネチアンガラス。この自転車なんて天才のなせる技ですよね。イタリアといったらジェラートも最高です。まさに美しい味と書いて美味。また翼が生えちゃいそうです。またリアルト橋に戻ってきました。夕暮れ時が綺麗だと聞いていたんですが、見ての通り大気汚染がすごくてぼやけた映像になってしまいました。とはいえこれが本物のベネツィアか、ディズニーシーじゃないぞと感動がこみ上げてくるのでした。ベネツィアで絶対にやっておきたかったのがゴンドラに乗ること。日中と夜間で金額が異なるので、ギリ安くスタートできる時間に並び始めました。心地よい水の音を聞きながらベネツィアの水路冒険タイムです。よく見ると水辺に建物の入り口があります。すごい。So the green line on the foundation is a normal tide level. Level change every 6 hours. 6 hours go up, 6 hours go down every day. Okay. So now it's lower than. Very good, yes. So this morning was very high, eh? いくつもの橋の下を潜ってカナルグランデへと繰り出します。This bridge is 500 years old, but was the second construction. The first one was in wood, okay? Oh, really? 右側にはリアルト橋が見えてきました。街並みから響く人々の声、水面に揺れる色とりどりの光、そのすべてがベネツィアでの思い出をより深く鮮やかにしてくれます。正面に見えるのはサンタマリア・テッラ・サルーテ聖堂。17世紀にペストの収束を記念して建てられたバロック様式の教会です。1630年頃、ベネツィアを襲った大規模なペストでは人口の約3分の1が犠牲になったと伝えられています。フルコースは約1時間の冒険でした。すっかり暗くなってしまいましたね。ベネツィアを離れる前に来たいと思っていたバーに来ました。パニーニもいいですが、私のお目当てはチケッティ。バーカウンターで出される小皿料理です。マークはこちら。朝からよく脂っこいもの食べれるなぁとブツブツ言われましたが、後悔しないためにも私は食べます。
激うまでした。総じて最高なベネツィア旅でした。さて、ベネツィアの旅はここまで。次回はサンマリノ市の旅動画です。チャンネル登録、高評価ボタンお願いします。また次の動画でお会いしましょう。チュース。